じですね。また視界がねすごく悪いんですね。ホワイトアウトが連続してて、私ではね運転できないなと思って。バッテリーが全然充電されなかったですね。雪だるま対決。今日作品を見てください。こちらです。どーん。お風呂やってないんですね。配管工事でやってないそうです。焼肉ですね。そうですね。これでお風呂ついて1200円ですよ。ああ、綺麗綺麗。ああ、綺麗やな。母ちゃん、はい、ここは層雲峡の朝日ホテルですね、はい、もう進むことができなくって、前がやっぱホワイトアウトっていうか、もう強風で全く前が見えないのと、車がもう進めないぐらい振られちゃったんで、もう今日はね、ここのホテルさんに駐車場をお借りできないかっていうふうにお話ししたんですね。もうちょっと進むのが難しいんでって言ったら、もう全然快く受け入れてくれる、はい、今日はね、もうお言葉に甘えてこのホテルの駐車場に、避難させていただくような形になっちゃったんですけども、ちょっとこの峠がやっぱりきつかったですね。きつかったです。きつかったですね。初めての経験です。そうですね。この峠前は全然大丈夫だったんで、全然いけるかなと思ったんですけど、やっぱり甘かったですね。はい。なので今日はね、もうこのホテルの駐車場で車中泊させていただくことになりました。もう本当にね、これをやっててもうその辺が見えない感じなんで、隣にはねこうして警察車両も止まっています。はい。すごいことになってますね。本当に交通機関もなんかダメになったみたいですね。いろいろ。だからこのホテル自体にもお客さんがかなり避難をしてきてるみたいで、バスもね動けなくなってるみたいなんですね。本当はこんなに混んでないっていう話をさっきホテルの方ではお聞きしたんですけども、今日はもうロビーも結構いっぱいで人が、皆さん避難されてるっていう形になっているようです。ちょうどホテルがあってよかったよね。これ危なかったね。なんかあのまま進むこともできないしっていう感じだったんで、で道路に人も歩いたりしてて、もうちょっととてつもない感じでしたね。こんだけの吹雪はやっぱ経験したことがないですね。はい、本当にないですね。今おまわりさんも声をかけてくださって、もう今日は避難した方がいいですよということでしたね。これが層雲峡の名物ですからと言われて、今回避難させていただいたのはこの朝日ホテルさんですね。母ちゃん何やってんの？中火が違うみたい。なんかこれオプションでついてるやつやで、お前これ入ったらあかんやつやで。これ多分誰かが貸し切りで借りてはってんな。あかんやつや。予約してます。すいません。なるほど。勉強になりました。避難場所が見つかった。お前人のとこ入ってどうする？母ちゃん、はい、ちょっと電気節約していかないといけないですね。今はねまだ 95% あるんですけど、
明日も動けるかどうかわからないんで、まあ、多分大丈夫じゃないかと思うんですけどね。もう他のバスとかもね、バスの運転手はもうホテル泊まられへんからバスで寝てはんねんな、多分。うん。なあ、にゃんちゃん。すごい吹雪やな。やっぱりすごいな、北海道って。あっという間にこんな天気変わっちゃうねんな。今、外の雪はね、よいしょ。ああ、全然マシになってないね。こんな感じですね。めっちゃ降ってる。よいしょ。ねねんちゃん、どうですか？僕は温泉に入ってる気分だわ。違うな。僕はミルクボーロが欲しいんだわん。な、そうなんやろ。一個だけやで。一個だけやで。ちょっとだけやで。なんげ。ゴローン。なんちゃん、ゴローン。ちょっとだけやん。できたかな。わからん、ちょっと。いくよ。アップアップ。せーの、せーの。にゃんちゃんはこういうの苦手やねん。よしよし。いいよ。ねんねん、お座りして。ガオー。もうこれだけでね、私はこの夜が楽しくてしょうがないんですよ。かっちゃんもざなんちゃん今日ずっとね運転さそうだ大変やったから。せーの、はい、かっちゃんにキュッ。なんやねんそれ。母ちゃんにギュしてどうすんねん。母ちゃん、コーヒー入りました。母ちゃん、お疲れ様でした。めちゃめちゃお疲れ様でした。ただいまの時刻は9時59分ですね。もう10時ですね。気温なんですけど、外気温はマイナス 7.5 度ですね。まあそれぐらいじゃないかなと思います。風がすごく強くって、でも今マシ？今乾いてないですね。もうさっきはね、やっぱりすごい風と吹雪かな、もう吹雪っていうのかな、巻き上がってくるのもそうだし、上から降ってるのもひどかったんで、もうほとんど前見えない時間が何回かありましたね。全く見えないっていう状態になりましたね。特に峠のてっぺんあたりの風が抜けてたところは、車自体も風で押されて後ろがねぐーっと滑っていっちゃって、これはちょっともう大変だなと思って、そこからね騒音橋まで来たら収まるかなと思ってたんですけど、もう一つひどくなってきたよな。で道に人が歩いてて、道にね結構出てる人がいたんですね。でそれがねもう恐ろしくなっちゃって、前見えない中で道にもし人がいたらと思って、でもう進むのはもうやめようと思って、進むこと自体ももう危ないなと思ってたんで、この辺りの騒音橋の初め公共の駐車場があるのは知ってたんですね、調べてて。でも
その入り口も何もかも分からなくって、でもうその無理に入っていって人がいたらとかって思ったんで、もう道沿いにあるホテル、たまたまねもうここに入ろうと思って入ったホテルが以前ねお世話になった朝日ホテルさんで、避難ねさせてほしいっていう風にお願いしたら、もう全然当たり前かのように対応してくださって、はい、でもうトイレも使ってもらっていいし、ロビーも使ってもらっていいし、ご自由にお過ごしくださいって言っていただいて、で駐車料金をお支払いしたいんですっていうふうに言ったんですけれども、それも結構ですっていうことだったので、もうお言葉に甘えて今夜はここで避難させていただくことになりました。ね、ここはフラットだしね、快適であります。はい、とても快適です。はい、昨日なんかちょっとだいぶ傾いてたからね、快晴の摩周湖から夜にこんなところに来るとは思いませんでしたね。ちょっと疲れましたね。さすがに疲労しました。もう神経だいぶすり減らして走ってきましたから、はい、じゃあコーヒー飲んで休みましょう。はい、無事にここまで来れてよかったですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。前に行った岐阜の旅の時にチェーンをしたんですけど、その時にここにね氷の塊ががっつりできちゃったんで、今回はこうやって割っていくやつですね。ゴムのハンマーですね。これ結構優秀なんですよ。振動で割っていくんで。で細かい作業はこの園芸用のちっちゃいスコップ、これを購入しました。結構この2つ便利に使えてます。母ちゃん、はい、いろいろ予定を検討してですね、はい、どうしようかなと思いながら両雲閣っていうところを予定してるんですけども、でその両雲閣っていうところは標高が 1200 メートルあるんですよね。でこれはもういろんな方からもおすすめいただいて、で私たちも調べていきたいなと思ってるところなんですけども、今ねまだ層雲峡なんですけど、層雲峡の天気はだいぶね晴れ間は出てきてて、前はね視界はいいんですけど風がまだやっぱりあって、で両雲閣の方に電話をして、層雲峡が標高700メートルぐらいなんですけど、両雲閣は1200メートルぐらいのところにあるんですね。で行けますかっていうふうに連絡してみたら、行けるはいけると思いますっていう感じだったんですね。かなりね急勾配を上がっていかないといけなくって、で凍結してたら無理だなと思うんですけど、新雪だったら登っていったり降りていくのはチェーンなくてもいけるかなと思ってて、旅館の方にも電話したら大丈夫だと思いますって言われてたので、4区ならっていう条件で、うち4区なんで、温泉も入り放題で、そこの旅館まで行けたらとりあえず何かと安心やしな。
そうですね、電気が使えれば電気もあってその標高と風だけが気にはなってるんですけど、方向的にはちょうどいいので、とりあえず行ってみようかなと思います。はい。で、今の視界はですね、こんな感じでもう開けてます、かなりね。こちらの方の行けると思いますよっていう感覚がそうなんですよ。はい。北海道の方のね、距離感と同じで、私たちの感覚とやっぱちょっとね、かなり違うんで、行ってみないとわからないんですけど、とりあえず、いろいろね思うことはあるんですけどね、道の具合とか天候を考えながらですね進んでいって、再検討が必要だったらもう一度検討し直して行き先を変更することもあり得るかなと思います。はい、とりあえず向かいたいと思います。じゃあ行ってきます。気象条件がね良くないんで、双雲峡違うわ、凌雲閣はまた次回というかまだ日程があるんで、また検討していこうかなと思います。もう一度ね気象状況をお伺いしたんですけど、やっぱり午後からねひどくなりそうだっていうことだったんで、やっぱりね標高がまだ高いところにこの状態で向かっていくのは難しいなと思うんですね。やっぱり前がね視界がねかなり悪いんで、なのでやっぱりホワイトアウトの連続みたいな、やっぱ今日もなってるんですね。なってるというかトラックとかが来た時になってるだけなので巻き上がったので、普通昨日みたいにもう風でずっとなってるっていうわけではないんで、走っては全然いけるんですけど、無理せず気象条件のいい時にまたその凌雲閣っていうところは景色がすごく綺麗なところなんで、それを見に行きたいっていうのもあったんで、今日じゃない方がいいなってやっぱり思って、当然ですかねなので今はね平地にある、平地というか標高ができるだけ低いところの道の駅へ向かってます。どこで落ち着けるかはわからないんですけど、今とりあえず下っていってます。はい、ここから先へ進むと風がね抜けてるんで前がねほとんど見えないんですね。で今戻ろうかなと思ったら路肩に寄せてるんですけども、あんまり広い路肩じゃないんであんまり安全じゃないですね。ホームセンターで売ってた安い変更レンズ買いましたもう全く見えないんですよ、白で。今太陽も少し出てきちゃっててもう全く見えなくて、で家内の持ってるこれをかけてみたりしたんですけど見えないんで、もうホームセンターがあったんで変更レンズすごい似合ってる買いました。これでやっぱり見えてます。はい、これでね少しマシになるかなと思います。はい、右です。ここで打ち止めです。登ったな。目的地に近づきました。案内を終了します。かちゃん、はい、道の駅サンフラワー北竜に着きました。今日はもうここでね休ませていただこうと思います。で温泉もあってで食事できるところもあるんで、もう今日はねここでゆっくりさせていただきたいなと思います。少しね運転が大変だったんで疲れました。はい、早めに休みましょう。はい、そうします。はい、ねんにゃ散歩行ってきた。何や何じゃ何してんねん遊んどいで、遊んどいで。はい、5分休憩してからちょっと仮眠してね、はい、
今からお風呂行きたいと思います。はい。ご飯もね一緒にここで食べさせていただきたいと思います。じゃあ行ってきます。今の気温がマイナス 9.3 度でした。その割にはなんか結構大丈夫そうな。降ってないし、寒いは寒いですけど、風も昨日とか風もものすごかったんで、今風ないんで、もうそれだけで全然違いますね。雰囲気が外国風です。はいはい、本当にそう音がね、音がすごいよくしてます。ああ、綺麗綺麗。綺麗やな。あれ何、母ちゃん、ハンモックあんで。これハンモックでしょ。やってみてやってみて。やってみたかったこれ。怖い後ろにこけたら嫌やで。これ乗っていいやつ。いいけど。体重制限とか？ない。大丈夫そうだね。大丈夫、後ろこけないや。めっちゃ気持ちいい、ほら。そう。はい。ちょっと乗ってみて。いや、俺後ろこけたら嫌やから怖いわ。いや、こけ危ないや。何やってんねん。逆に降りなあかんのちゃう。こっち。もうそっちにくるっと回転したらいいや。こっちじゃない。何やそれ。そんな降り方ないやろ。ないな。はい。じゃあお風呂行ってきます。行きます。温泉どうでした？露天風呂が気持ちよかったです。今日はご飯とセットのチケットを買ったんですね。ご飯とお風呂がセットになったチケットを買ったんですけど、それがですねめちゃめちゃ安いんですよ。お風呂と、ちょっと行ってみないと分かんないんですけど、ステーキ定食ですよ。ステーキ定食がセットですよ。お風呂とね、セットで1200円なんですよ。これめっちゃ安いよな。安いですよね。もしかして行ったらこんなミニチュアかもしれないステーキかもしれないですけど、とりあえずこれからね、行ってみようと思います。楽しみ。交互期待。これ焼肉ですね。そうですね。焼肉定食みたいな感じですね。これでお風呂ついて1200円ですよ。これめっちゃ安いですよ。ご飯いっぱい入ってる。良心的。いただきます。こっちの方が少ないんじゃない？ご飯ちょっと少ないな。こうやっていただきます。でも何枚入ってんの？ 1,2,3,4,5,6 7枚入ってますよこれ。すごいね。柔らかい。美味しい。じゃん。お風呂とね、ご飯楽しませていただきましたね。とても良かったです。お風呂2回入って、ご飯をだから700円で食べたってことかな。税込みでステーキ定食、私たちでいう焼肉定食かな。そうですね。美味しかったですよ。めちゃめちゃ素敵でした。で今度はね、JAF カードで割引で50円引き。これは黒戦国のソフトクリームとひまわりのソフトクリームです。ひまわりの種が乗ってるんですね。はい、じゃあなぎのところにお待たせだいぶしましたからね、行きましょう。ですね、なかなか雪にソフトクリームって似合うじゃないですか。じゃあ母ちゃん、ソフトクリーム乾杯。にゃんちゃん。にゃんちゃん、はい、3ペロ、1、2、3、はい、おしまい。おしまい。こっちも ?1、2、3、はい、お座りしなさい。じゃあ、いただきまーす。黒戦国。ひまわり。めっちゃ読んでんねん。やめなさい。何今の力技。
ちゃん、はい。おはようございます。おはようございます。今朝の天気は、雪がパラパラ降ってますかね。そんなに激しくないんで、今日はね、大丈夫だと思います。はい。今の気温はね、マイナス 4.1 度ですね。そんな寒くないですね。で、昨夜の一番下がったのでマイナス 9.3 度なんで、マイナス12、3度ってなると寒いなと思うんですけど、マイナス10度10度超えなかったらなんとか。そうですね、でまだ電気毛布使ってないですよね、一切。そうなんですよね。すごくないですか？もうあんまり必要性を今のところは感じてないですかね。マイナス20度超えたらどうなのかわかんないですけど、今のところはね、そんなに不自由なくなんとかやれてますね。はい、電気があれば大丈夫です。そうですね、電気があれば大丈夫ですね。元気があれば大丈夫ですね。元気なんか元気もう大丈夫です。大丈夫、そう、元気がないと何もできないじゃあ今日はこれからですね、昨日定休日で行けなかった、定休日って分かってて行かなかったんですよ、昨日は行って定休日だったっていうわけじゃなくて、でそのね、お蕎麦屋さん、道の駅幌若内で合ってるかな、のお蕎麦屋さんに向かいたいと思います。その手前で何か所か道の駅に寄ってから行くか、そこへ行ってから別の道の駅へ移動するかはまだ検討中です。はい。じゃあ本日もよろしくお願いします。大変やでな、このこんだけの量で。青森で会った人がさ、雪かきで腰言わしてって言っててさ、そうやなと思って、現実的な話やなと思って、それでしばらく大変やったって言ったら、うちらやったらな、やらんでいい仕事で腰痛めたってことになるんやからな。大変やな。メガネは見えますか？見えてます。結構、多分、アルトラックすごい。1980円めっちゃ活躍してるそう、これね、めっちゃ活躍してますよ、本当に。角がちゃんと見えるんで、道路がどこにあるかっていうのが分かってるんで、これ撮るとね、真っ白でね、道路の特に歩道との段差が分からないんですよ、道との。でもこれかけてると分かるんで、別にこれは案件ではございません道やばかったな。だん畑をね、めっちゃ綺麗やな、これ。母ちゃん、道の駅まであと 5.2 キロぐらいですね。雪がね、ホワイトアウトっていうことではないですけど、雪の密度がね、すごいんですよ。吹雪っていうんかな、これは。なんせね、雪がどんどん降ってくる感じなんで、前がね、少し見づらいですけど、でも、これぐらいだったら、なんとか運転していけるかなっていう感じですかね。こんな感じです。森と湖の里幌加内。どこが入り口か全く分かりません。本当だね。あれか。いいって書いてあるか。ここね。これ。母ちゃん、はい、道の駅、幌加内、森と湖の里幌加内ですね、に着きました。雪がすごいですね。ここは豪雪地帯ってなってるんで、やっぱ雪がね、ものすごいですね。こんな感じ。空気が違うので、マイクで話してるみたいに反響してます。そうかな。雪に音が反響してるって、なるほど。喋ってみて、大きい声で。わかりませんけど、でもなんかそんな風に聞こえます。雪が近いんで反響してるように聞こえません。確かに。ここはね、夜
ここでお蕎麦をいただきたいなと思ってるんですね。で温泉もあるんで、この近くにお蕎麦この地域の1位のところがあるんですよね。はい、近くではないですけれども、あ、近くじゃないんかな。ここから30分。まあまあ距離があるみたいですね。はい。とりあえず散策してから考えます。はい、じゃあ行ってきます。ここの道の駅幌加内ですね、はい、幌加内のお風呂やってないんですね。配管工事でやってないそうです。でお蕎麦もお昼だけ今やってるんで、これからお蕎麦だけいただこうと思います、はい、でこの後またお風呂はね探しに行かないといけないですね。はい、はい、またこの後お風呂探してまたどこか道の駅になると思うんですけど休ませていただく場所を探そうと思います、はい、ただ雪がね結構ひどくなってきて、すごいです、はい、なので、はい、早めに明るいうちに探したいと思います。はい、お蕎麦いただきましょう。いただきます。もう危なかった。これも食べれないところでしたね。冬はいろいろありますね。電話をしてから行った方がいいですね。もしかしたら夜ね帰ってきてしまって、そう本当に出てっていうその可能性はありましたね。はい。じゃあお蕎麦いただきます。とろろそばとのりそばです。はい、盛りです。じゃあいただきます。めっちゃ美味しい。美味しい。これ美味しいな。出るのが怖いですね。真っ白の世界です、今ねお蕎麦いただきました。でお土産も買いました。まあ、これ自分たちが食べるんですけどね、はい、お土産買いました。うわこれまたちょっと険しいな。よし行こう。いろいろ調べてるんですけど、はい、今はね移動するのは少し危ないかなと思うんで、もう少しこの吹雪が収まってから移動しようと思います。母ちゃん、はい、行き先が決まりました。はい、羽幌まで行きましょうか。結構遠いですけどね、もう海に出る感じになりますね。オロロンラインです。オロロンライン言いにくいね。泣かんでね。まあ、雪はねここから少しずつ収まる、まあ、天気予報ではですね収まるようになってるんで出発しようかなと思ってます。もし途中で無理そうだったらどこかでねまた避難するみたいな感じになるかもしれないですけども、はい、まあ、今のところは走れるんじゃないかなと思います。じゃあ予定外ですけどね、はい、78キロ今日はここでゆっくりしたかったなはい、じゃあまあとりあえず施設の整ったところに行ったら安心なんで、はい、そっちへ行きたいと思います。じゃあ出発します。今羽幌まで30キロぐらいだと思うんですけど、この後ろをねちょっと整わないとこんな感じになっちゃってるんで、これを定期的にしないともう完全に隠れちゃって、後ろから見たらハザードとかも何もわからないんで、いる前を走ってることすら認識してもらえないですから。じゃあまた出発します。あともう2キロぐらいで海沿いに出るんですけどね、その前に横風がまたものすごいですね。
タイヤハウスのところに雪がまためっちゃついたんで、これまめに取っとかないとがっつり固まったら取れないんで。今めっちゃ柔らかい雪なんで、このねゴムハンマーね優秀ですね。これすごい取れやすい。これ凍ってた時もね結構簡単に取れたんで、振動でね落としていくんですね。なので傷もつきにくいですからね、ゴムですから。先シーズンはねこのステップのところにね氷ががっつりついちゃって、これがね壊れそうだったんですよね、重さで。やっぱり今回はねもうまめに取ってます。鍵穴ですね、これが凍って鍵が入らないんですね。お湯をかけるとまた凍っちゃうんで、今からドライヤーを使ってかちゃん、はい、じゃあこれから温泉に行って、はい、でご飯もねこの道の駅で食べさせていただこうと思います。鍵穴が凍ったり、いろいろなことがねやっぱり普通にできてることが、この極寒の中ではできないことが多いですね。もうこういうのを体験しに来たんですけど、本当にこういう地域で住まれてる方の普段のね苦労っていうのがね少しだけですけどねなんか分かるような気がしました。はい、じゃあお風呂行ってきます。温泉のありがたさがすごくよく分かります。はい、行ってきます。ただねこの雪の中でね光が当たってるこの景色ですね、キャンピングカーもそうですけど、これがやっぱりね美しいんですよね。ほんと寒ければ寒いほどに何かこう空気が澄んでるような気がしてめっちゃ美しく感じます。でもだんだん口が動かなくなってきてますけど、こっち道の駅で止めれんのかな。あれこれも道の駅ついてんね。ここでもいいんかな、ほんなら。あれでも道の駅のこれだよね。駐車場向こうになってたんやけどね。右と左と分かれてたからこっちも良かったんかな。そうかもね。まあとりあえずもうあっち行って輪止めも入れてしもたからねここから行くんじゃない。あ、ほなここでよかったんかな。まあもうまあ小屋はねもう向こうに止めて、向こうでも大丈夫だと思うので、向こうでもう輪止めをかけてしまったんで向こうにしておきます。10時から22時。ありがたいね。ありがたいです。だってこれで温泉に入れてご飯食べれますよね。多分ねあると思います。ですね。はい、かなり充実してるんじゃないでしょうか。じゃあ赤ちゃん、はい、温泉はい、行ってきます。寒いです。赤ちゃん、はい、雰囲気のいいレストランに来たみたいに。本当におデートみたいな感じになっちゃいまして。私は、はい、サンセット御膳を頼みました。はい、で、家内はここにね来たらこの甘エビですね。はい、見えるかな。この甘エビ丼。数量限定。はい、これを頼みました。はい、今日はあるそうなんで、よかはい、ったです。はい、甘エビいただきましょう。私もちょっとだけもらおうかな。ちょっとだけね。はい、ちょっとだけよ。あ、気づいた。かわいい。やば、もうデブちゃんやったな。こっちでにゃんこちゃんってほとんど見えへんけどな。
かわいい。あんなにもぽっちゃり系初めて見た。ぽっちゃりやった甘エビだもん。もう眺めときたい。ずっと眺めときたい。すごいな、綺麗に並んでるのやっぱり。おーって。母ちゃん、温泉、良かったですね。めちゃめちゃ良かったですね。露天風呂も広いし、で内風呂もでっかいですよね。ちょっとねしょっぱいですね。ちょっとじゃないな、かなりしょっぱいかな。やっぱ海が近いんでそういう関係もあるのかなと思うんですけど、でね、ここはねコメントでも教えていただいてたんですね。で前回北海道に来た時も来たんですけど、ここにその時は温泉がお休みだったかな。でレストランもねなんかちょうど間の時間だったのか食べれなかったんですね。で今回ねレストランで甘エビ、美味しかったです。私は甲殻類アレルギーなのでちょっとしか食べれないです。ちょっとは食べれるんですけど、あんまり食べるともうえらいことになるんでちょっと食べたんですけどね、かなりしっかりした味でしたね。エビエビっていう味ではなかったです。エビエビっていう味ではない。なんか多分新鮮すぎるのかな。なるほど。なんか結構さっぱりしてるってこと意味かな。そうそう、甘い私たちが普段食べてるエビはちょっと多分日にちが経ってるね。エビっていう味がするけど、エビっていうか私たちが知ってる味ですね。ここでいただくとすごく透き通った感じの味がした、あっさりしてるって言えば確かにそうですね。美味しくてね、私ねほんと食べたらあんまり食べたらダメなんですけど、ついついね食べてしまいそうになるぐらい美味しかったですね。なんかこう気をつけることを忘れるぐらい美味しいっていうのかな。コインランドリーもありましたしね。そうですね。コインランドリーちっちゃい洗濯機と乾燥機が一つありましたね。でエビはね、まだ明日ちょっとどっか食べれるとこあるかな。なんか海鮮をねまだもう1回ぐらい食べたいなと思ってます。羽幌、エビとタコの取れる町らしいので、ぜひ美味しいのをまた食べて帰りたいですね。そうですね。海鮮市場みたいなのがあれば行ってみたいと思います。じゃあ凪のところに戻ります。ドライヤーでね温めて凍ってた鍵穴ですね回るようになりました。いろんなものが凍りますね。本当に寒いと大変ですね。コーヒー入りました。母ちゃん、コーヒーいただきましょう。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。ホットコーヒー。やだ。どうした？今私たちは道の駅ホット羽幌にいます。でただいまの時刻は8時53分ですね。もう9時ですね。見えるかな。この電池変えなあかんねんけどな。電池ないねんな。外気温はマイナス 2.5 度ですね。あんま寒くないですね。風があるんで寒く感じるんですけどね。体感温度は何度ですか？体感温度マイナス5度ぐらい。マイナス5度ぐらいあんま変われへん。マイナス10度なんとか言ってたんじゃん、ずっと。ちょっと来た時はね。なんか知らないけど家内はずっと体感温度は何度とかばっかり言うんですよ。体感温度はマイナス13度とかってなるんですけどね。凪はねもう寝てますけどね。凪はねこれ演技かな。
最近ね演技するんですよ。こう撮影してナギが可愛く寝てるとするじゃないですか。でこれ撮影したいなと思ってカメラのボタンを押したらカメラのボタンって音が鳴るんですね。でまあそうですね、こんな感じでカメラのボタンを押したらこんな音が鳴るんですよ。で止めたらこんな音が鳴るんですけど、この音でナギって一回こう近くでやったら一回目開くんですよね。で目開くんですけどカメラを構えてるとまたそのままで目つぶんねんな。ちっちゃい時からカメラでも撮影していってるんで、多分ナギは何を求められてるかっていうのは分かってるんですね。だからもちろんね、寝てる時は言わん方がええよなこれだってほんまに寝てる時にこれ演技やでって思われるのもな。まあでも確かに今は寝てるのを撮ってるっていうのは分かってるかな。これから言わなあかんのじゃん。いやこれはね演技ですよってでもこれは本音ですよって。カメラがピッてなると、ちゃんと置きとかないといけないというか、こう一応でもさナギは俺喋ったらすぐ寝るやん。そうだね、もうすぐ船こあれも演技かなもちろんねナギが自然体でいるのを撮影することを目的にしてるんですけども、でもこれ可愛いなって思うそれ前ねこう寝てたりとかして可愛い格好で寝てたら、これ視聴者の皆さんに見てもらいたいなと思った時にそのまま寝てほしいなって思ってグッと起きるんですけど、ナギもう一回寝てって言ったらやってくれたりするのはね、私たちにとっては可愛い子やなって、なんかこう気を使ってくれてんだなと思ったりねすることはありますね。演技じゃないです、全部本当なんですもうほらやめとくわここ使わんとくわだってほんまやしな。そうや、全部本当だもんね。そうやな、ね、全部ほんまやな。本当に気が利いててね可愛らしい子だなと思います、じゃあ母ちゃん、また明日もちょっと明日はね移動がねジグザグに移動もしかしたらするような形になるかもしれないね。で豊臣温泉に上がってったら、豊臣温泉ではお風呂入りまくる。あそこは1回チケットを買ったら2回入れるんですね。そうですね、だから1日1回買ったら2回入って、次の日も2回入って、で移動稚内の方に移動するっていう感じかな。でもこれね電気がねちょっとやばいんですよね。電力事情がちょっとそうなんですよ。だからねでこの辺りに RV パークってねないんですよね。それで結構困ってて、で何かいい方法ないかなって言って家内がホテルに頼んだらやってくれるんじゃないかと、ガソリンスタンドに頼んだら電気もらえるんじゃないかとか、いろいろね今何かねもし作戦中です、そうですね、何か結果的にはちょっと難しいとは思うんですけど、いろいろ当たってみようかなとは思ってます。この冬の北海道はやっぱり RV パークキャンプ場結構閉まってるんですよね。あるんですけど閉まっちゃってるんで、東北に来るとね私たちが調べた中ではないんですね。なので結構この先が厳しくなってきますね。で今日ちょっと充電できるだけしたかったんですけど思いのほか伸びなくって、明日から結構どうなるかな、難しい感じです。明日からどうなるかわからないですけどね、だからどこかでね、充電満タンにさせてくれるようなとこがないかなんか何かないかね考えてますけど、ちょっと難しいかなと、思ってます。明日はね明日の風が吹きますよ。体の充電は満充電いや分かる元気なんですけどね。電気ないって言ったら元気あるって言うんですよ元気はあるでいや違う、電気がないね、いや元気あるってそうか、元気あったらなんとかなるかって思ってます。なんとか乗り切れると思います。じゃあ今日もねお疲れ様でした。じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。
やってるんですか？砂遊び。おはようございます。今北のニシン屋さんかな。多分海鮮のね食堂があってそこ開くのを待ってるんですけどね、それでね時間があるんで雪だるま対決ちょっとスコップまで出してちょっとなんか広い場所があったんで雪だるまちょっと作ろうかなと、昨日の夜にねちょっと露天風呂でねちっちゃいミニチュア版を作ったらイメージが湧いたんで作ろうかなと思ってます。はい、父ちゃんが先行ですね今回は。はい、お願いします。こう雪が固まらないので、こう凪の水のスプレー使ってスプレーで振って雪を固めてます。お料理みたいですね。母ちゃん、はい。めっちゃ顔赤なってんでこんなでかいよな結構、なんかもう画伯イメージはあるんですか？あります、あるんですね。しっかりそれはまだ今のところ内緒。そうですね。テーマは北海道はでっかいどっていう感じで今なんかあそこにね丸2つできてるんですけど、はい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 。今回は負けられないので、はい、負けられない。しっかり頑張りたいと思います。はい、わかりました。はい。父ちゃん。はい。結構時間かかりましたね。そうですね。私も車で休んでましたよ。1時間半ぐらい。もうちょっとかかってるかな。それぐらいかかりました。結構かかってましたね、父ちゃん。今回の雪だるま対決の私のテーマは島袋でございます。なるほど。はい。じゃあでは作品を見せていただけますでしょうか。じゃあどうぞ。かわいい。はい、木に止まっている島袋の子供です。傾き具合が可愛いですね。これ光の加減でお顔わかりますかね？顔がですね、多分この辺ぐらいでなんとかわかるかな、わかんないかな。これぐらいだったらわかるかな。よし、下は木に止まっている感じにしました。ガークちょっとすいません、ここ作品なるほどすいません。今回は、はい、雪だるま対決なんですけども、はい、人数で勝とうと思いました。人数で、はい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 。なので、はい、一応作品を見てください。こちらです。はい、はい、どーん。今回はですね、はい、ご説明させてもらうと、はい、この顔がいつもちょっとおかしいって言われるので、はいはい、ちょっと顔は控えさせてもらいました。控えたんですね。はいはいはい。で、これはとっちゃんで、はい、それとっちゃん、はいはいはい。だいぶ太りましたね。はい。ちょっとこの北海道旅そうですね。ちょっとぷよちゃんになってるって言われてたんで、ちょっとぷよちゃんにしてみました。可愛らしく、ちょっとアレンジしてみました。はい。でこれはいつも買い物に行く母ちゃんですね。はい、母ちゃんね、これ買い物袋を持ってね、プラプラしてますよね。よく手がプラプラしてる感が出てますね。確かに。はい。はい。でこれが凪なんですけど。はい、これ凪ね。はい。凪こだわりはちょっとこう足をまで作ってみて、尻尾でプルプルってこうなってるんで。これ尻尾？ちょっと待って。どう一回切れてんで。どういうこと？こういう感じ？そうそう、これがこれ全部尻尾ってことね。なるほど。はいはいはい。でかなり顔の向きが角度が急ですね。ちょっと可愛くしてみようかな。はい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 。で、このやっぱ北海道の雪はなかなか固まらないんで。はい、固まらないですね。
ちょっとねくびれができちゃったりとか。くびれができたりとか結構雑ですね。なんか数いったのはいいと思うんですけど雑な感じがしますね。ちょっと散らかってる部分もあるんですけど。でこれはこれスーちゃんですね。これスーちゃんね。ちゃんと可愛いね耳ついてちゃんと、はい、お座りしてます。はい。で最後のこだわりなんですけど。またこだわりがある。はい。ちょっと遠くから見ていただいたらわかると思うんですけども、これは何かの形に見えませんか？こうかな。あ、キャンピングカーか。星？惜しい。何？もう一声。もう一声？全く分かれへん。星に近かったです。太陽？あ、ひまわり。わあ、北海道です。なるほど。これ、なるほどなるほど。これが函館ですね。ちょっと地図頭の。はい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 。で、多分これが根室かな。そうです。で、その辺が知床で、向こうが稚内ですね。そうですね。なるほどなるほど。私たちちょっとちょうどその辺りにいるからね。はい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 。なるほど。北海道ですね。ははははは。散らかってるんですけど。はい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 。わかりました。こんな感じで素材に作らせていただきました。はい。なので皆様お願いします。どちらが良かったかっていうことをね、またコメントでおっしゃってください。私に投票お願いします。